おばさんおはようございます。おはようございます。おばさん、はい。すっきりしてますけど。おーですね。久しぶりに全反りで。もうそのまま行くんですか？いや、また伸ばすんですか？また伸ばすいや、また伸びますよ。10歳ぐらい若く見えるような。あ、そうですか。あらら。10歳。なんか今朝お客さんがあったと。はいですね。神戸のお客さんで、はい、YouTube をいつも見ていただいてて、で、来たいということで来ていただきました。お二人で見えましたですけどね。はい。たくさん買っていただいて。ですね。いろいろ買っていただいて、で、ちょっとなんか飛行機で来られたらしくて、で、ちょっと帰りに持ち込めない重さのやつがあるということで、ちょっとそれをちょうど行くあれがあったものですから、ついでに積んでいきますという話をして、はい、よかったです。さあ今日は何を教えてくれるんでしょうか？今日はですね、昨年はちょっと大きいやつでやったんですけど、こういうしだれの富士桜ですね、ちょうど花が終わりまして、今こんな状態ですけど、これはポット苗の方ですけどね、これをちょっと、バツンと刈り込んで鉢を変えてあげようかなと思っております。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあ先にちょっと、剪定からですねやっていこうと思います。これなんか切るポイントってありましたよね？ポイントっていうかですね、だいたい上から数えて、2目ぐらい残して切るっていう形ですね。でこういうのはちょうど花が終わった後でこう実がなるんですね。でこれ毎年切らなくてもいいんですよ。毎年切らなくていいんだけど、枝が古くなってくると、桜の場合はボソンと枝が枯れてしまったりするので、ある程度そうですね、2年かそくらいでは1回こう差し替えをしてあげた方がいいですね、枝をですね。だから古い枝を落として、新しい枝を吹かせるという形ですね。でもこれは結構まだ若木なので、こんなしてても意外と来年っていうか今年中にはまたわーっと新しい、これから新芽が出ますからね。だからそういったのでまたこのぐらいの長さには十分なりますので、ただこの種になるやつだけは取っといた方がいいですね。昔から桜切るなんとか梅切らぬなんとかってあるんですけど、梅を切らないのはダメだよと、で桜を切るやつはなんとかだよという話をされる方が昔からというか、そういうのがあるんですけど、桜はですね全く切らないと、さっき言ったようにその枝が古くなってくるともうボソッと枯れていくのでですね、そういった意味では桜はやっぱある程度古い枝を落として新しい枝を吹かせるというようなやり方をした方がいいですね。特に桜の場合はですね、よく接ぎ木でされてるのが多いんですけど、台木が山桜ですね、ほとんどの桜はですねと台木の方が強いので、下から出るやつは特に注意して取っといた方がいいですね。ついでるとこより下の方から出てるやつはですね、山桜の方がどうしても強くなるのでですね。でただこのしだれ桜に関しては、これはしだれ桜を作ってる生産者の方から聞いたんですけど、しだれ桜だけは台木のしだれ桜だと。だから下から
出てる分もしだれ桜なので、下から出ててもまあさほど問題はないというかですね、逆に根っこの方から出てるやつをそのまま伸ばしといたら、またしだれ桜が横に一本余計にできたと。うちの大きいやつがそうですけどね、ああいう風にこうなりますので、まあそういったのではまたちょっと作り方もいろいろ出てくるとは思うんですけど。ただ桜の場合はさっきも言ったように、その切った後ですね、切り口をやっぱボンドみたいなので塞いでおいた方がいいですね。はい、剪定終わりです。まあ大体こんな感じでがっつり刈り込んでいくんですけどね。これをじゃあ今日はちょっとこれは
国産の鉢じゃないです。園芸用の、花鉢ですね。以前はこれの大きいやつはよく入れてたんですけどね、前鉢の問屋さんがあった時に。何年前かな、廃業されてあれですけど、書いてないですね。どこだったかな、メイドインベトナム、インドネシア、なんかそんな感じでしたね。はい、あ、そう言われるとそういうデザインのような気もしてきた。でも花を植えたりするのにはですね、結構これあれだったんですよ。でうちその鉢の卸屋さんのところから結構、サイズが結構あるんですよ、いくつかで。大きいやつはこんな大きいやつなんですけど、この大きいやつを買って帰ってきて、よく木市の時に植木屋さんで花物の木を買って、それに植えて店飾りに使ったりしてたんですけど、あと花屋さんですね、木市で宮崎園芸さんとか霧島園芸さんとか、そういうところで売ってらっしゃる花なんかをちょっと買ってきて、で寄せ植えをして店飾りに使ったりとかですね、してました。今でもうちの家に雲龍なんだかな、雲龍つげが入ったやつがまだうち玄関前にありますけど、自宅のですね。じゃあ、実際植えていこうと思います。今回は、また山砂が入れてあります。今回は2割ぐらいですね。赤玉に山砂2割ぐらいです入れてあります。これを使っていきます。うまい具合出るかな。あ、通った。今回は固定用の針金を通してません。最初にセットをしてません。でこれは理由があって、
あんまり長いことこの鉢に入れないので、まあ2年ぐらいでもう出しちゃいますので、まあ状態によっては1年目で1年で来年また外すかもしれないですけど、っていうのがですね、盆栽をする方は分かるんですけど、こう袋状になってるんですよね。と根がパンパン張ると抜けなくなるんですよ。だからもうまあ少なくても1年経った時点で今こう簡単にこう巻いてるやつ、これはもうビューと外して抜き取りますので、そのために簡単にできるようにしてあります。はい、こんな感じです。
桜の場合はこれからですね、暖かくなって、夏場に水切れをちょっと起こすと狂い咲きっていうのをやるんですよね。突然夏場に花が咲いてしまったりとかいうのは、これあれはやっぱり植物が子孫を残そうとするためのというふうに聞いてますんで、軽い水切れだったらその程度で済むんですけど、ひと夏に何回かそういうのを繰り返すとそのまんまもう葉が全部ふるってしまって枯れるっていうこともありますので、特に夏場は水切れをさせないようにやっぱ注意した方がいいですね。これは植え替えてても植え替えてなくてもですけど、で桜の場合は他の植物と違って土の表面に細かな根がいっぱい出るので、若木だったらできたら毎年、長くても2年に1回で、古い木になってくると2、3年に1回ぐらいはやっぱ植え替えた方が、結局コネがバーッと表面に出ると水が通らなくなるんですよね。と鉢と土との間を水が通り始めるので、とかけちゃえるんだけど実は芯まで染みてないと、そうすると水切れを起こすというような形になるのでですね、これからの時期は特に水切れには注意したらいいと思います。はい、こんな感じでした。ありがとうございました。ありがとうございます。